これ行きましょう。すごい滝が。行こう行こう。おお。すごい、こうなってる。オッケー。そうだね。4回目か。昔々、遠い国の輝くお城に若い王子様が住んでいました。王子様は何でも思いのままにできましたから、すっかりわがままになり、優しさを失っていたのでしょう。ある夜、お城に年取った物乞いの女が来て、一夜の宿を恵んでほしいと言い、一本のバラを差し出しました。でも王子様はそのみすぼらしい姿をバカにして老女を追い返そうとしたのです。老女は見かけに騙されて人の心の美しさを見逃してはいけないと言いましたが、王子様は聞き入れませんでした。すると老女の醜さが急に消え、美しい魔女の姿が現れたのです。王子様は謝ろうとしましたが手遅れでした。魔女は罰として王子様を恐ろしい野獣の姿に変え、お城に強力な魔法をかけました。野獣は自分の恐ろしい姿を恥じてお城の中に閉じこもりました。魔女のくれたバラは本当に美しい花でした。花は咲き続けて、その花びらの最後の一枚が落ちるまでに王子様が愛することを学び、そのお返しに愛されるようになれば、この魔法は解かれるのです。でもその期限が過ぎたら、王子様は永遠に野獣の姿のままです。年月が流れ、王子様はすっかり希望を失いました。一体誰がこんな野獣を愛してくれるのでしょう。どなたかいらっしゃる？こんにちは。あなた誰なの？この城の主人だ。顔を見せて。帽子やカチューシャ取る。なんか楽しくなってきた。続いてあの子にとびっきりの褒め言葉を浴びせる。あ、一人の人は皆さんようこそ。
これになります。行きまこれ4回ぐらい見てるからもう何が起きてるか分かんない愛しのマドマゼール、今宵あなたをお迎えしますことは最高の誇り、最大の喜びです。ではどうぞおくつろぎください。ゆっくりおかけになってお城のキッチンが腕によりをかけました。ディナーをようこそどうぞ。大事なお客さん、首にナプキンをかけてごゆっくりスープジューとこれもお味の展開、一度食べたらトレビアン、お互いがお互い飛んでる。マジか見れない優しく親切だけど見かけは意地悪よ。それでも不思議でなぜか憎めない気がする。彼女が僕を見て、そしてそっと触れてくれた。怯えても増えてもいない優しいまたしで俺たちの言った通りだろう。侵入者だ。侵略者だ。ご主人様を捕らえに来たんだ。大変だわ。ご主人様の身に危険が。戦いがお望みなら受けて立つぞ。ご主人様がやられた。ひどい傷を負っている。ダメ。
固まっ